火山編を完結させる旅始まるよ。前回色々ありまして、再びのラストチャンス。最後の力を振り絞り、道なしクソデカステージに挑む。最初から前途多難すぎる。うお、眩しい。あと600メートル、遠い。危険を顧みないスタイル、ある種の開き直り。上のコンパスである程度のゴールの方向がわかる。矢印が中央にあれば正しい方向ということ。最短ルートが最善とは限らない。場合によっては迂回も必要。コンパスは左に動く。すでに何度も失敗した。そのルートを避ける場合、どうしても遠回りになる。コンパスと残り距離が消滅。だがこれでいい。安全なルートを通り、後で左折するんだ。このルートも安全ではなかった。やばいやばいやばい。立て直した。少しだけ左折して、元のルートへ合流する。やはり無理か。自然とゴールの方へ進路が傾く。右側に落ちたらアウト。ここで勝負だ。なんとか生き延びている。ここは危険だ。うおー、登れー。ついにゴールが見えた。ゴツゴツした岩がよく見えない。最後まで慎重に。ラストチャンスで突破。一難去ってまた一難。ここから先は暗くなります。さらに険しさが高い。速度の制御が鍵。松明がある。想定より明るいかもしれない。前言撤回。やっぱり暗いわ。ボーナス目標のクリーンランディング狙いたいけど、そんな余裕があるのか。ブレーキをかけすぎて後輪が浮く。ブレーキは連打で断続的にかけましょう。ダメだ、ジャンプする余裕がない。クリーンランディングなど夢のまた夢。この傾斜を利用してみるか。やってしまいましたな。挑戦の終了を覚悟していた。悪運は強いみたいですね。松明から離れている。元の道に戻ります。懲りずに挑戦だ。シャー。この土壇場で決めた。あとはもうリスクは冒さない。チャンスを増やし、そしてボスジャンプへ。初挑戦でボスコースにたどり着いた馬場勢。この勢いでクリアといきたい。いざ最後の勝負。マグマが煮えたぎっている。最後のジャンプは火山そのもの。飛び越えられなければマグマに飲み込まれる。熱そう。熱い。火山の先にはゴールが見当たりません。飛び越えれば何かが起こる。これが最後です。ボーナス目標の達成は無意味。ブレーキをかけながら道の感触をつかんでおく。近づくと割と小ぶりな山。まずは越えることを重視する。結論、越えるだけなら割と楽。最後の試練も基本に忠実。着地地点が重要でした。火山を飛び越えつつ下り傾斜に着地する。ハイランズから共通のボスジャンプの肝。違いがあるとすれば、速度が時速100キロを超える点。速すぎると着地できないし、遅すぎるとマグマに落ちる。これを調整するにはチャンスが足りなすぎた。ということで、初挑戦は失敗。しかし、今回は火山編の最終回です。当然の権利のようにクリアするまで再挑戦します。覚悟はいいか？俺はできてる。初挑戦の翌日、再び火山に突入。今回は体力16残し、クリアの期待が高まります。火山の一番の問題点は練習ができないことです。火山クリアのためにフリーライドで練習したい。しかし、フリーライドで火山を解放するには、火山をクリアする必要がある。クリアできたら、もう練習する必要はないというジレンマ。そして、プレイヤーの9割以上は、火山を体感する術がありません。話をまとめると、実戦で経験を積むほかない。そのためには、たくさん体力を残し、火山のボスジャンプにたどり着くこと。シンプルだが、それが難しい。今回は暗くないので、少し感覚が違うかも。少し速度が足りないか？容赦なく体力は2つ削られる。16残っていても決して安泰ではない。
少し速度を乗せました。これはちょうど良さそう。なんだ？わずかに届かなかった。火山の縁に落ちた。地味に体力の減少は一つ。惜しいと衝撃も弱い。さらに3キロほど速くした。少し飛びすぎか？なんとか下り傾斜の範囲内。そしてクリーンランディング。火山制覇の証明は炎のリナースサークルの出現。成し遂げたぜ。これで火山編完結ではなく、もう少しだけ続きます。ここから先は自己満足の領域ですが、火山にもあるんですよ、ファイヤーノード。クリアすると火山にも火の輪を設置できます。ただし火の輪の設置には特にメリットはない。ショート動画で火の輪クリア5種をやりたい。ただそれだけのために挑む。火の輪のうちは火山の中央あたり。釣ってるヘリの人も命がけでしょう。初回で感覚をつかみたい。これは火の輪がなくても失敗のジャンプ。完全に速度が不足しました。これはクリア時に近い速度。火の輪に当たった。この結果は希望が持てる。これは速度不足。頭だけをかすめる謎技術。速度が出過ぎている。とっさのムーンジャンプ。偶然うまくいって草。強引に着地を決め工事完了です。これにて火山編は完結。完走した感想ですが、当初は挑戦するつもりはなく、火の輪くぐりも苦手でした。1セッションで4連続は不可能、そう思っていたので気まぐれで練習はしていましたけど、運よく一度火山に行けてしまい、こうなってくるとお前が始めた物語だろ。この理論により自分自身を苦しめることに。まあなんだかんだで完走できてよかったです。録画したのは5月だから半年前だけど、次はおそらくボーナスコース編です。キッズルームを含めた全5種、キャリアモード中での攻略を目指します。実績の達成率は驚異の 1.1%、火山に行けるのがおよそ 2% なので、それより低くなるのは当然。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。